ヨジーズホビールーム。ヨジホビルームメイトの皆さんこんにちは。ヨジーズホビールームヨジです。早速朗報ですが、ヨジホビはとうとう FA になりました。 FA とはフルアーマーじゃなくてフリーエージェントの方ですね。聞こえはいいですが、ニート企業の皆さんどしどし案件というわけで、今回の制作はご覧の通りティフォエウスガンダムキメラです。このキットはガンダムビルドメタバースに登場する機体で、ラファエルガンダム、クタン3型、サイコガンダムマーク2がベースになっていて、ラスボスにふさわしいサイズ感と警告色である赤色を採用したなんともまがまがしいカスタムに仕上がっております。そして今回はこのキットをミキシングに使用して制作していきますが、ベースに使用するキットは水星の魔女で主人公のスレッタが最終決戦で登場したガンダムキャリバーンです。この組み合わせでチャリできたではなくキメラできたなガチ反抗期仕様に仕上げていきましょう。改造。それではいつも通り手袋を着装。手始めにクタンのパーツは取り外しておきます。ラファエルガンダムがベースのティフォエウスもその名にふさわしい豪華でかっこいい仕様になっています。ちなみにティフォエウスの名前の由来はギリシャ神話の巨大な怪物から来ているらしいですよ。残念ながら今回の制作には使わないティフォエウスですが、そのままショーケースに飾ります。取り外したクタンのパーツを手当たり次第キャリバーンに取り付けていきます。足パーツとの保持には少し手を加える必要がありそう。キャリバーンの太もも外側には分離したエツカッシャンをドッキングさせるための 3mm 穴が開いていて、偶然にも側面装甲マルチユニット側の赤い爪のようなアーム部分にも 3mm 穴が開いているので、ここをうまく活用できそうです。接続ジョイントがなかったので、ランナーから 3mm くらいの太さの場所をカットして使います。これで取り付けてみるとあら不思議、しっかりパーツが保持できていますね。テンションが上がってきました。キャリバーン股関節付近の台座との接続穴と、これまた偶然にもクタン側にも固定ピンがあるので、ここを接続します。背中が固定されていないので、この段階ではかなりグラグラですが、ここは後で何とかしておきましょう。リアユニットのサイドにはエスカッシャンをマウントしてみます。ここはとりあえずマステで仮止め。滑空砲をマウントさせるアタッチメントにバリアブルロッドライフルも、こちらもマステで仮止めしておきます。この段階だともう片方がクタンのここ開いてますよ状態ですので、ここでキャリーバーンをもう一つ用意しました。リアユニットの両サイドにもエスカッシャンを取り付けて、いよいよそれっぽくなってきました。先ほどのクタンのリアユニットとの接続方法、せっかくバリアブルロッドライフルが2本あるので、キャリバーンのバックパックはそのまま使いたいですが、形状的にクタンのリアユニットに取り付けることができなそう。いろいろ思い悩んだ末、プラバンからいろいろやって気づいたらバックパックを自作していました。隠れてしまうところの作りはかなり雑ですが、シンプルな形状に作りました。フィーリングで生きているヨジホビとしては、寸法を測るというのが致命的なほど苦手ですので、サイズが合うように作るのに非常に苦戦しましたが、その甲斐あってぐらつきなくリアユニットと接続することに成功しました。次にハンドパーツですが、いつも使っているビルダーパーツ HD の MS ハンドがなかったので、30 minutes ミッションからオプションパーツセットを導入してみました。握り手、平手をはじめとして、嬉しいことに横浜ガンダムの人差し指を空高く掲げたポーズを再現できるようなゴーサインパーツも付属しています。早速取り付けてみましたが、手の甲のモールドもマッチしているので、これにして正解ですね。このパッケージはハンドパーツだけではなく、様々な種類のジョイントも付属しています。近年のガンプラには様々なところに 3mm 穴を採用したガンプラが多いので、アタッチメントをつけない場合はこのジョイントたちで穴を埋めれば、作品のクオリティアップをさせるのにも一役買いそうですよね。
そこで先ほどの足パーツの固定にランナーから切り出したものを使っていましたが、偶然にもクランク型のジョイントがあったので置き換えてみたところ見事にフィット。せっかくなのでこれでいこうと思います。ここからはキャリバーンから改造します。まず基本工程からゲートカットした際のへこみの処理です。いつもは普通の瞬着で強引に埋めるところですが、黒色で視認性のいい瞬間カラーパテを導入してみました。塗料皿と施工しやすいように先端を細めた爪楊枝、そして瞬着の効果を早めて作業効率を爆上げさせるアルテコプライマーを用意します。ちなみにステンレスの塗料皿を使っていますが、パテがくっついて取れなくなったので使い捨てできるタイプとかの方がいいと思います。このように塗料皿にパテを少量分けて、えぐれてしまったところに手当たり次第にパテを持ってプライマーを散布します。少量ですぐ硬化しますので、硬化具合を見つつちょびちょび吹きつけていきます。吹きつけすぎて表面がただれたようになったものもあったので注意が必要です。カラーパテもそうですが、瞬着をパテ代わりに使うと硬化まで時間がかかるので、感動しすぎてカメラに頭ぶつけました。ちなみにプライマーの匂いは結構きついので、通気性のいい環境での作業は必須。あえてこの匂いを例えるなら、そうですね、田舎のおばあちゃん家にあるタンスの匂いを10倍誇張した感じですかね。完全に硬化したら、あとはヤスリで削って平坦にして、この工程は完了です。この工程も使い古しのニッパーから新調すればやらなくていいんですけどね。次に合わせ目の処理です。クタン総流型からはブースターユニットとアーム部分の持ち手のようなところ、キャリバーンはバリアブルロットライフルとご覧のバックパックのブースター部分に合わせ目が目だったので処理していきます。ここは簡単に後はめ加工ができそう。このピンの部分を短くカットします。スライドして取り付けるので結構短めに、かつしっかり噛み合わせるぐらいの長さまで削ります。テストしてみて問題なさそうであればこの後に接着。そしてこのキットはもちろんスナップフィットといって、接着剤なしで組み立てられるキット。ところが少し見づらいですが、パーツを合わせるとこのようにちょっとだけズレが出るんですよね。ここから接着しますので、内側のピンはカットしちゃいます。そうするとパーツを合わせた時に合わせたところを自在に動かせるので、微調整してパーツのズレも解決できます。あとはむにゅっとはみ出て硬化したところをヤスリで削って平面にします。爪で触って引っかかりなどがなければ合わせ目消しは成功です。ここで後ではめるパーツをつけちゃうと取れなくなるので、塗装が終わるまでは我慢。これはほんとちょっとしたことなんですが、角の部分をヤスリで削って角度を出します。そうするとこのようにシャープな印象になります。言われないと気づかない。だけど細かなひと手間がジャブとなってじわじわと作品全体に効いてくる。それがプラモの醍醐味ってやつです。ヨジホビは怒っている。なぜなら膝関節のジョイントボルトカバーにぽっかりと肉抜き穴があるからだ。ガンダムの各関節を彩るこの部位の魅力は、アンクルアーマーからチラリズムするアクチュエーターなどとは違った動力パイプなどと同様のさらけ出された機械としての美であり、実物大ガンダムでもこことバーニアだけでは40分も眺められるほどのところになぜ風穴を失礼、取り乱しました。目立つ肉抜き穴はエポキシパテでもってデザインナイフやヤスリで形を整えました。埋めたところは足裏やロッドライフルのアーム部分などになります。次にパネルラインはラインスクライバーを使って彫り直していきます。塗装するとなるとどうしても塗料の厚みで線の溝が浅くなってしまいます。そうすると墨入れ塗料が流れづらくなりますし、線をはっきりさせたいのでしっかりやっておきます。小さなこだわりですが、こういうパネルラインの切れ目のところをしっかり彫っておくと別パーツ感も出せますし、色分けも楽になります。今度はバリアブルロッドライフルを2本装備できるように少し手を加えます。バックパックとアームとの接続はボールジョイントになっていますが、
本来1本しかロッドライフルを装備していないキャリバーンにはこのジョイントが1つしかありませんので、逆サイドに同じものをもう1つ作ります。リューターなどで穴を開けて、もう1体用意してあるキャリバーンのバックパックからボールジョイント部分だけをホビーソーで切り離して使用します。ほとんど見えていないですが、ホビーソーでカットする前はカットするところにデザインナイフなどであらかじめ当たりをつけておくと綺麗に切り始めることができます。カットした後はバリが出ますので、こちらもデザインナイフやヤスリで処理します。ほとんど見えていないですが、つけてみるとこんな感じ。少しぐらつきがあるので、後からプラ板などを挟んでぐらつきを抑えました。ロッドライフル本体は本来の右手持ちと、もう一本は左手にも持てるようにハンドル部分とアームに接続する基部は反転させます。ハンドル基部はホビーソーでカットしたら穴が開いたので、プラ板で蓋をして反対側に強度を高めるために真鍮線を2本つけて接着しました。アームを接続する基部は苦労しながらこの字型に切り出してから反転させて接着しましたが、穴を開ければ解決するようなところだったことに今動画を編集しながら気づきました。アホすぎるのでその様子はカットです。よしほび。続いて筋彫りの工程です。あまり筋彫りはしなかったのでさっくりになりますが、その前にこんなものを用意しました。マスキングテープを補充しようとしたところ、メモリ付きのマスキングテープを発見。これをどう使うかというと、適当な長さに切って、その上からメモリに沿って筋彫りガイドテープを貼る。それを適当な長さに切ると、このようにメモリ付きのガイドテープの完成。こうすることでメモリを見ながらの精密な作業ができ、しかも複数回の貼り直しができるって作戦です。実際に筋彫りをするところに貼り付けて線を引いてみます。うまく機能しているようです。ただ都度作らなくてはいけないので、結局やらなくなってしまいました。ついでにこんなものも用意してみました。これはディスペイというメーカーのメモリ付きガイドテープ。ディスペイといえば前の動画でも紹介したサークルカッターのメーカーです。これ薄いプラ板のカットにも使えるので地味に出番が多いんですよね。そんなディスペイのガイドテープを早速使ってみましょう。円が大きいのも影響してか、なんだか少し切りづらい。しかしこの大きさであるがゆえ、癖がついておらずまっすぐなので貼りやすさは抜群です。5ミリ単位で点線になっていますが、全体的に線がガタガタしている。もしかしたらたまたま外れを引いただけかもしれません。とはいえ粘着力がしっかりしていて、5回ほど貼り直しても問題がなかったので作業効率は上がりそうです。さっきの自作のメモリガイドテープを使わなくなった理由がこれなわけですけどね。線がガタガタなのと切りづらさもあるので、よじほびの評価はちょいグー。今回は筋彫りは控えめですが、レッドチップはあっちこっちにつけたいので、その工程はまずチップを仕込むところをビットブレードや 0.3 ミリのラインスクライバーで彫っておきます。そこにエバーグリーンの 0.25 圧のプラ角材をカットして詰め込む。こんな感じ。これに塗装したものを艶消し前に接着しますので、なくさないようにマスキングテープを巻いて保管しておきます。キャリバーンのショルダーアーマーですが、筋彫りと合わせるとこんな感じです。次にキャリバーンの腰部分。ご自由にお使いくださいと言わんばかりの空間がありますので、ここを生かして少しいじってみます。下の段には先ほど使用したプラ角材を切って縦に並べてしいたけモールド風に。上の段はプラ板から切り出したものを塗装後に貼り付けます。いい感じに情報量が足されましたね。控えめですが、キャリバーンはここまでで改造を終わらせてサーフェイサーを吹きます。サフを吹くとこのように粗いところが浮き出てきますので、カラーパテなどで都度修正を加えていきます。続いてクタン総流型の改造です。
水星の魔女の機体に合わせた改造を目指してクタンにもシェルユニットの表現をしてみようと思います。まずはドラゴンヘッドのおでこ部分をビットブレードで彫り込みます。デザインナイフでカンナ掛けをしたりヤスリ掛けをして綺麗な平面を作っていきます。サイコアームユニット2のショルダーアーマーにも同様の作業を行います。ドラゴンヘッドにはガイドとなるモールドがあったのですが、このパーツにはないので形に合わせて独自で彫り込みました。その際にプラ板から切り出したものをガイドにして作業したのですが、そのままカバーとしても使えるように透明のプラ板を使いました。デザインしたものをどう表現しようかとかなり悩みましたが、手軽さを考えた末に印刷したものにエアブラシで蛍光塗装する方法で試してみましょう。まずスキャンしてパソコンに取り込みます。キャリバーンのシェルユニットも発光させたいので、キット付属のシールと先ほどのショルダーアーマーのプラバーにマステを貼ったもの、ドラゴンヘッドのモールドに合わせてマステを切って紙に貼ったものをスキャナーに並べてスイッチオン、スイッチオン、スイッチオン。ガンプラ制作とデジタルを融合させる、これも一種のメタバース。取り込んだデータをもとにシェルユニットのデザインを作っていきます。この時に使用しているソフトは Photoshop ですが、ペイントソフトの方が線が綺麗に引けるって気づいたのはだいぶ後の話です。スキャナーのインクを切らしていたので PDF 化してコンビニで印刷してきました。なんか雰囲気いい感じですね。紙なので発光表現がちゃんと機能するかテストしたいのですが、蛍光塗料はエアブラシの後処理も大変なので蛍光ペンでやってみます。こちらは黒用の蛍光ペン、コンビニで買ったものですが、濃いめの色と薄めの色の2色で1本、グラデーション的な感じで使えそうです。デザインに合わせて色を塗り重ねて UV ライトを照射。この段階だと分かりづらいですが、なんだかいけてるような気がします。A4 用紙から切り出してサイズ感のチェックをしていきます。横幅はいい感じなんですが、縦がなんだか短い気が。ここでサイズが合わずとも折り目をつければなんとかなる可能性が。無理ですよね。動画冒頭でもご紹介した通り、4時ホビはフリーエージェントですので、印刷代も惜しいところ。そんなことも言ってられないので、フィーリングで長さを編集して再印刷しました。4時ホビからすれば1枚10円の高級品ですので、少し長めに尺、失礼いたします。おまけにおしゃれな回転ショットも。ほら見て、見て、回ってる回ってる回ってる。再印刷したものは多少のズレがありましたが、まあ許容範囲でしたのでそのまま使います。そんなことより本当はエアブラシで塗装する予定だったんですけど、蛍光ペンで十分いい感じなので、もうこれでよくね。さらにシェルユニットの製作を続けます。なんといっても紙なので、接着をどうするか思い悩んだ末にタミヤのクラフトボンドなるものを見つけました。見た目は木工用ボンドですが、硬化後は透明になるので相性は良さそうです。なんといっても水性なので色々はかどりそうなマテリアルです。これを紙のシェルユニットの表面にまんべんなく塗っていきます。その上から透明のプラ板を貼って、丸い棒などで余分なボンドを外に追い出してティッシュなどで拭き取ります。これはまだ完全に乾いていないですが、なかなかいい感じじゃないでしょうか。問題はこのボンドが UV ライトで反応してしまう可能性もあるので、 UV ライトを当ててチェックします。 UV ライトには反応しないみたいです。あとは形に合わせて切り出してヤスリをかけて表面を整えて、試しに彫り込んだところにはめてみます。いいじゃない。試作だったんですが、なんだかんだいい感じになったのでこのまま使っちゃいましょう。他の部位もサイズ感のチェック。問題がなかったので自作したシェルユニットの紙は最後の組み立ての時に仕込んでいきます。続いて S カッシャンに磁石を仕込む改造。接続ピンをカットしたら、この小さなピンに真鍮線を通します。その後に T 字になるようにプラ板を貼ります。
ただプラ板を貼るだけだとすぐに取れてしまいそうなので、ここの強度を高めるための真鍮線ってわけですね。さらにその上にネオジム磁石を接着します。この小さいパーツはキャリバーンの腕に脱着できるようになっています。同じくベースの方にも穴を開けて磁石を取り付けて、こんな感じで脱着できるようになります。そしてクタン側、このパーツは側面装甲マルチユニットとティフォエースガンダムの膝あたりで固定するためのジョイントになるのですが、ここにパテを持って形を作ったところにネオジム磁石を仕込みます。それらを両サイドに取り付けてエスカッシャンをマウントします。ぐらつくかと思ったのですが、リアユニットの滑空砲をマウントするアタッチメントの基部にいい感じに引っかかって固定されるようになりました。これも全て計算通りってわけ。というわけでクタン総流型の改造もこれにて終了。筋彫りはサイコアームユニット2の前腕あたりやリアユニットのアーム部などに少しだけ手をつけました。そこはあんまり内容がないようなので割愛。よしほび。というわけでかなりの大型機ですので、武器もいかちい長物を持たせたいというのがロマンというもの。と言ってもスクラッチするというのは途方もない時間がかかりそうだし。デンドロビウムさん？その出会いは16年ほど前、僕の誕生日とともにやってきた君。どんなに辛いことがあっても君だけは寄り添ってくれた。楽しい日々の多くも共有し合った。大人になってからも傍らには君だけは忘れずに必ず連れて行った。これからも僕たちは共に歩んでいこう。というわけでメガビーム砲を拝借いたします。本体は引き続き4時ホビの躍進を見守っていただくとしましょう。もしくはメガビーム砲だけ別で発注をかければ復活させられますね。そういえばテセウスの船という話があってだな。手始めに改造しやすいようにまずは解体から始めます。組み立ててからかなりの年月が経っているキットですが、プラが厚いので経年劣化などは特に感じないですが、とにかく汚れがひどい。面積も広いので今回はストフリのような水洗いではなくアルコールティッシュで汚れを拭き取りました。引くほど汚かったのでその様子はカット。それと組み立てもしやすいようにダボもカットしてあります。いろいろと規格外な大きさなので今回のキットに合わせてなるべくコンパクトになるようにあっちこっちをホビーソーでカットします。カットしたところにプラ板を貼ったり合わせ目も消しました。曲面になっているところにはプラ板を貼って、隙間にはパテを持ったらこれをひたすら削ってエッジを出します。先ほどカットして発生した空間を埋めるために、こちらもデンドロビウムの尾翼から拝借したパーツとパテから削り出したものを詰めます。方針はそのままだとかなり長いので半分くらいの長さに加工しました。そこからなんやかんやとやってこんな感じ。この武器だけで1ヶ月近く時間がかかったので、カットできるところはカットしちゃいますね。このままだとデンドロビウム感が強すぎる気がするので、方針にカバーでもつけてみようと思います。こちらは厚さ 0.5 ミリのプラ板を方針の長さと幅に合わせてカットしたものです。ここからさらにプラ板を切って貼ってを繰り返して厚みを出していきます。出来上がったプラ板たちを箱組みしていくとこんなイメージになります。ここから立体感を出すためにさらにプラ板を貼って形を作っていきます。そしてこれまたなんやかんやとやって形が出来上がりました。ここまでのサイズと大量のプラ板は使ったことがないので、失敗しないか心配でビビり散らしてここまで作ってきましたが、なんとか形にはなってくれました。
パネルラインもないまっさらな状態だと寂しいので、筋彫りを追加していきましょう。まずはシャーペンでの下書き。この広大なキャンパスに思いつく限りのパネルラインをデザインしていきます。線が引けたらそれに沿ってひたすらラインスクライバーで掘り進めていきます。面積が広い分、豪快に作業できるというのはなかなか気持ちのいいものです。ただ調子に乗っていたら脱線してしまったので、いつも通り瞬着で脱線した線を強引に埋めてヤスリがけして修正しました。ここからは細々したディテールを追加していきます。先端部分はフロントサイトのようなイメージでプラ材を使って表現してみました。めちゃくちゃ小さなパーツですので、取り扱いには細心の注意を払って、この後作り直しました。気を取り直して取り付けてみるとこんな感じ。小さなパーツですけど雰囲気アップには効果抜群です。名前がわからないのでトリガーガードと呼称しますが、この部位も少し手を加えてみます。まずビットブレードで掘り込んだところに合わせて 0.5mm プラバンをカットします。このプラバンに穴を開けたりしてこんな感じに。丸棒と角材を取り付ける。寿やモデリングサポートグッズの丸モールドに真鍮線をつけてウェーブの H アイズを組み合わせる。ちなみに真鍮線は細かな傷をつけておくことで接着剤との食いつきが良くなるそうですよ。出来上がったものがこんな感じ。センサー基板みたいなイメージで作ってみました。こちらは先ほどのプラ板でエッジを出した外装。 0.7mm のラインスクライバーで少し彫り込んでおいて、こちらも寿やモデリングサポートグッズのエッジディテールを取り付けてフィンのようなイメージに。これも些細なディテールアップですが効果は抜群です。ここまでで武器の改造も終わりましたので、ようやく塗装に移っていきます。全塗装。まずはいつも通りのメタリックの塗装から。塗装の前に下地に EX ブラックを塗装しておきます。シルバーにしたい部分はいつもお世話になっているこちらの鉄道模型用からダークステンレスシルバーを吹き付けます。ギラギラでリアルなステンレスカラーなので、ここぞというワンポイントにはもってこいのカラーです。部分塗装の金色にしたい部分にはスターブライトブラスを使用します。こちらも部分塗装でパールカッパー。メタリックの色分けにもう一色なんていう時にはこのパールカッパーがおすすめです。続いてメッキ感を表現したいパーツにはこちらも使用頻度の高いスーパークロームシルバー2を塗装します。バーニアなどのスラスター類や動力パイプにシリンダー、個人的にはこの辺りとの相性は抜群だと思っています。鏡のような輝きなので、これを下地にクリア系と組み合わせるというのもあり。続いてラッカーではなくエナメルのクリアレッド。バーニアスラスターなどの内側をこれで塗っておきます。エナメル塗料をエアブラシで塗装するときは風を当てて乾かしながら少しずつ塗料を塗り重ねるような感じです。エナメル塗料は溶剤で拭き取れるので、綿棒に溶剤を含ませて外側を拭き取っていきます。そうすると内側だけメタリックレッドなバーニアの出来上がり。エナメル塗料を使ったエングレービングとかは今までよくやってきましたが、こういった使い方はしたことがなかったので新たな発見です。今度はラッカー塗料のクリアレッドに戻って部分塗装します。塗ったところは少ないですが、ちらっとさりげなく見えたらかっこいいかなと思いました。各種の発光表現には蛍光イエローグリーンとブルーグリーンを使用します。毎度のことですが、蛍光色が染み出して意図しないところを発光させがちでカバーするのに苦戦するので、少し手間ですが塗装する部分以外はマスキングテープでガードしておきました。思ったんですが、蛍光色の部分塗装はそれこそエナメル塗料の方が拭き取りもできて楽だと思います。メタリックの最後はメインカラーとして全体をガンメタルで統一します。
この後の外装の塗装もそうですが、色分けするときは面積の小さい部分から順番に塗装していく感じです。ヨジーズホビールーム。はあはあはあ、ここまででメタリックの塗装は全部終わりと思いきや、まだまだメタリック塗装すべきパーツがこんなに。今回のキットはサイズ感だけではなくパーツ数もかなりあるみたいで、なかなかの長丁場になっていますね。少しでもマスキングの効率化を図りたいヨジホビは今回こんなものを導入してみました。その名もマスキングザウテープではなく液体のマスキング。これはなかなかはかどりそうです。ブラシ部分は厚みがあって、このままでは細かいところでは使いづらそうなので、こちらの先端ニードルが鉄製になっているミニボトルに移し替えて使います。このミニボトルも接着剤入れたりとか、墨入れ塗料を入れてみたりとか、いろいろはかどりそうなツールです。こんな使い方あるよなんて方はぜひコメント欄でも教えていただけると幸いでございます。早速マスキングしたいところに塗っていきます。ニードルの直径が 1.2mm みたいで、意外と勢いよくゾールが出てきますので、細かいところは先端を削った爪楊枝を使って塗っていきます。角がしっかり塗れているか分かりづらいので少し怖いですが、しっかり全体に伸ばして塗っていきます。そして乾燥したパーツがこちら。乾燥時間はだいたい40分から1時間くらい。様子を見ながらしっかり乾かした方が良さそうです。そしてこちらのマスキングゾルはカットすることもできるらしいので、はみ出たところをカットしていきましょう。カットするだけですが、なんか想像以上に手こずっている様子。結構力入れて何度か切ってはいるのですが、デザインナイフの刃に食いついているような感じがして、切っているようで切れていない。そして切れているかわからない、そんなイメージです。意を決して切ったところを剥がしてみましょう。ダメだ、切れてない。こんなはずじゃなかったのにな。いやでも気のせいかもしれない。もう一度。ダメだ。一度乾燥してしまうと貼り直しが効かないので、いかに一撃で塗るかが重要なのかもしれませんね。とはいえこんなところでは簡単に引き下がらないのがヨジーズホビールーム。歩みを始めたら止まらないのもヨジーズホビールーム。こんな小さな壁でひよってるやついる？というわけで比較的シンプルな形状で簡単に塗れそうなやつで再チャレンジ。早速塗装して艶消しまで吹いてみたので、マスキングゾルを剥がしてみます。このパーツではマスキングゾルのカット作業も記憶してる限りはみ出しもなかったのでうまくいくはず。少し怖い。ここの小さな範囲を剥がせば。持っていかれた。塗料が少し乗っていたところから持っていかれた。いやでもはみ出てたかも。というわけで今回の動画もご視聴ありがとう。いずれにせよこれは慣れるまでに時間がかかりそうな気がします。この程度であれば筆塗りで簡単にカバーできますので、サクッとやっちゃいましょう。全然気にしてないし、全然気にしてない。さて残りはマスキングテープを貼ってメタリックは終了です。次に細々としたレッドチップたち、こちらを塗装しやすいように段ボールを細かくカットして、両面テープだと粘着力が強すぎるのでマスキングテープを丸めたものに貼っていきます。レッドチップとは言っていますが、自身で朝食したヨジホビオレンジを塗装していきます。この他にサイコアームの二の腕のあたりにあるパイプ部分だったり、あっちこっちに差し色で塗装しています。ちなみに明るい色なのでベースカラーにホワイトを塗装して発色を良くしています。塗装が終わった細々としたパーツたちはなくしちゃいそうで怖いので、上からマスキングテープを貼ってカバーしておきます。次にブライトレッドの塗装、キャリバーンの腰回りや足先などですね。続いてニュートラルグレー5、
これはほぼブラックなグレーで、強いて言えばオフブラックみたいな感じ。続いてヘキサグレーとニュートラルグレー3で色分け。この後にクタン総流型と武器のメインカラーを塗装しますので、しっかりマスキングしておきます。塗り分けするときはどういう順番だったか皆さん覚えてますでしょうか。はい、せーの。はい右側にどうぞ前から塗装します。はその通り、面積が狭いとこ。次にクタン総流型や武器のメインカラーはニュートラルグレー2で塗装します。一方のキャリバーンはワントーン上げてニュートラルグレー1をメインカラーとして塗装します。キャリバーンの色分けもクタン総流型とは一段階色のトーンをずらして塗装していきます。ここまでで外装の塗装は全て終わりましたので、メタリック部分以外のマスキングは全て剥がしていきます。このオレンジとグレーのマッチ具合はなかなかですよね。完成が楽しみになってきてエンジンがかかってきました。次にキャリバーンの頭部アンテナ。こちらは蛍光色を3色使ったグラデーション塗装になります。手始めにアンテナ裏側の付け根のあたりを蛍光レッドで塗装。UV ライトを使って発光具合をチェックしながら塗り進めていきます。次に蛍光ブルーグリーン。先端にイエローが来るので色が被らないように慎重に。次に蛍光イエローを塗装。発色を良くするためにこの上からスーパークロームシルバー2を塗装します。最後はその上に EX ブラックを塗装して締めます。ちなみにですが、アンテナ表面に塗ってしまわないようにマスキングがしてあります。自作のシェルユニットは最後に両面テープで貼るのが楽だと思ったので、この段階で両面テープを貼っておきます。ガラス部分の塗装にはクリアブラックを塗装します。これでメインの塗装は以上なので仕上げに移りましょう。仕上げ。この段階で今まで温めておいた自作パーツやオレンジチップたちを接着していきます。今までは億劫だった瞬着を使っての接着も、今回は新しい仲間としてクラフトボンドが仲間入りしたので、これを使って接着していきます。乾燥すれば透明になるので目立たないし、なんたって派手にはみ出してしまっても水性ですので、水を含ませた綿棒で拭き取りができます。少し乾燥までには時間がかかるものの、逆を言えばその間はいくらでも修正が効くので心強いマテリアルです。細々したパーツたちを取り付けたら、次は墨入れの工程に入ります。ここはいつも通りで特に変わり映えのない工程ですが、強いて言えばパーツが多くて大変です。現場からは以上です。次にパーツ裏面など隠れてしまうところではありますが、塗り切れていないところもありますので、目立ちそうなところはエナメルブラックを吹き付けて隠蔽していきます。塗装が終わったらこちらも溶剤などで拭き取っていきます。ちなみにプラが割れる原因は溶剤の方ではなくエナメル塗料の方らしいので、プラが割れる前に素早く揮発されるジッポーオイルを採用するというのはよく聞く手法ですが、拭き取りの時までジッポーオイルでやる必要があるのかというと、何とも言えないところですね。詳しい人ぜひ教えてください。この後はデカール貼り。使用するデカールはバンダイの水星の魔女専用のデカールと RB コーションデカール、そして今回はこんなものも用意。こちらは配給パーツのクリアデカール TH。 透明のデカール、一体何に使うのというところですが、今回はこれを使ってデカールを自作していきます。封入枚数も多いので何回かミスをしてしまっても大丈夫そうですね。まずはデカールのデータを作っていきます。ペイントツールを使って水星の魔女に登場するマークなどをトレースしたり、キットのスケール感に合わせて必要なだけデザインしていきます。そしてこのデータを PDF 化してコンビニで印刷。印刷サイズを間違えて少し端っこが途切れてしまいましたが、
リサイズして印刷し直しました。途切れてしまったところ以外は問題なさそうですし、せっかくなのでこれも使っちゃいましょう。さて問題の品質ですが、可もなく不可もなく、文字が小さすぎるとさすがに潰れてしまっていますね。あと動画では分かりづらいですが、やっぱり少し荒いなという感じ。改めて正規品や市販のデカールの凄さを感じさせられます。ありがたや。ちなみに商品の注意書きにもある通り、プリンターの故障の原因になる可能性もあるので、コンビニでの持ち込み印刷の際は事前に許可をもらうようにしましょう。早速サイズのでかいものから貼っていきましょう。いろいろといつもとは違いますが、いつも通りデカールを貼るところにマークセッターを塗ってからデカールをのせる。そして水分を拭き取る。サイズの大きいデカールなので、いつもより多めにマークセッターを塗ったのですが、これが裏目に出て少し塗装面が溶け出してしまいました。しかしヨジホビは艶消しをプラモの万能薬と思っているので、このまま続行します。ところがこのパーツ、曲面なのでマークセッターと合わせてソフターも使ったのですが、デカールのインクもにじんだり発火したりで大惨事に。試しにプラモの万能薬艶消しも吹きましたが、さすがにカバーできず、目を覆いたくなるような悲惨な状況。ここはそんなに色分けもしていないので、デカールをヤスリで削ってリペイントもしました。ここだけではなく、方針カバーもソフターを使っていたので、こちらも見たくない。完成目前に気が抜けてしまって災難の連続。まさに悪魔は仕上げに宿るといったところでしょうか。恐るべし。デカールも厚みがありますし、なんか心もボロボロなので、どうなるというわけでもないですが、艶消しの前にクリアでコーティングしておきました。俺の心にもコーティングして。多分ですが、横着せずに一文字ずつ確実に貼っていけば、こんなことにはならなかったような気がします。また一つ経験を積んだヨジホビでした。ちなみにですが、クリアを吹いた後に艶消しを吹いたら、デカールの凹凸が軽減されてかなり綺麗に仕上がりました。これはいい収穫。ヨジソビルム。というわけで、最後にメタリックのマスキング剥がしと組み立てを並行して行っていきたいと思います。まずは武器から。ここは何といってもサイズが大きいので、狭いブース内での塗装が大変でした。使用した塗料もなかなかの量になりましたが、デンドロビウム全体を塗装するとなったら、どれだけの塗料が必要になるのでしょうか。FA ヨジホビは考えたくもないですね。というわけで、マスキングが剥がせたら、細々したメタリック塗装をしたパーツたちを貼り付けていきます。しかしここまでで散々なことだらけで、肩に力が入る場面が多かったですが、見てください、このクラフトボンドの汎用性。この全能感はもはや癒し。ほら、ミスっても綿棒で一吹きよ。気持ちいい。組み上がったら、最後には豪華にメタルパーツで装飾しちゃいましょう。なんたって今回の動画は地味に制作費もかかってますし。次にクタン総流型。こちらも同じくマステを剥がすところから。この工程が一番好きで、 SNS で流れてくる動画でも永遠に見てられるところではありますが、パーツ数も多いのである程度飛ばしちゃいますね。クタンだけでこれだけのパーツ数ですが、メタリック塗装をしていないパーツはこれだけ。マステの消費量は過去一です。次に自作のシェルユニット。事前に両面テープを貼っておいたので、保護シートを剥がして貼り付けるだけ。 UV ライトの照射は完成の時まで楽しみに撮っておきます。次にこちらも同じく細々したメタリックパーツの接着。見てくださいよ、このクラフトボンドの全能感。
次にメタルパーツ。サイコアームの肩に3つあるスラスターの内側に配給パーツの円形ダクトタイプのエッチングパーツを貼り付けていきます。 G-REP という名称のようでゲートレスなので手軽に使えそう。そして何よりメイドインジャパン保護シートが貼ってあるので傷の心配もなさそうですね。ゲートレスの恩恵もあってか、こうやって照らし合わせてサイズが選べるというのはいいポイントですね。このパーツで言うと 4mm ってところでしょうか。ピンセットで剥がして改めてサイズチェック。これが気持ちいいくらいのシンデレラフィット。よし、そのまま接着しましょう。ボンドを少量つけて塗り広げてから貼り付ける。うおー、なんかめっちゃセクシーだぞ。強いて言えば別の色に塗装しても良かったかもしれませんね。コスパも良くて手軽なので、これはリピート確定ですね。リアユニットにもメタルパーツを取り付けます。今回キット全体で使ったメタルパーツはだいぶ前にネット通販で買った謎のメーカーの 1.5mm から 2mm のマイナスモールドと手芸店湯沢屋で見つけた潰し玉 1.5mm です。潰し玉は精度も良好で15個入りで100円ちょっとなのでコスパもいい改造パーツと言えます。それではクタン総流型の組み立てに移りましょう。ここもある程度飛ばしながら見ていきましょう。しかしこれだけあるとどっかしらにマスキングの剥がし忘れがありそうな気がしてき、あ、こんなところに墨入れの拭き取り忘れが。いや、しかし墨入れの後にデカール貼りという壁があり、なおかつ最後の艶消しという難関をもかいくぐり居残り続けたこの墨入れ塗料。はい、もうここはあえて拍手を送りましょう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。なんやかんやで大部分の完成。いい感じですね。数あるパーツの中で特に色分けを頑張ったブースターユニット。この一つのパーツだけでクタン総流型で使った全部の色を塗装したと言っても過言ではないでしょう。だがしかし普通に飾ったら鏡張りのケースでもない限り、この努力は日の目を見ることはないんだろうなと思うと切ないものです。しかし人々はこれをロマンと呼びます。世界のビルダーたちよ、見えざるところにこそ夢を持て。なんだかんだとサイコアームユニット2も完成。今度はドラゴンヘッド。全体的に差し色としてオレンジを多用したのですが、ここでもオレンジが効いているように感じますね。この両サイドの赤いところと目の蛍光ブルーグリーンは少し浮いているような感じがするので、ここは別の色にした方が良かったかもしれません。そして裏側、なぜ上の方はエナメル塗装しなかったんでしょうね。まあいっか。というわけでクタン総流型は以上。最後はキャリーバーン。センサー部分など発光させたいところは何も考えずにシールに塗装して貼るだけのお手軽加工で解決。これ考えた人は天才だと思います。それではこちらもマスキングを剥がしていきます。こちらは比較的にマスキングが少ないのですぐに終わりそうです。キャリバーの中ではロッドライフルに次いで色分けを頑張った足裏。実は本当に無意識なんですが、どうしても見えないところほど色分けを頑張ってしまう癖があるみたいですね。あ、これ嫌な予感がしますね。それもそのはず、ここはマステではなくゾルを塗っていたからです。案の定周りの塗装がガッタガタに剥がれてしまいました。これがゾルパークってやつか。ここはさっきと違ってかなり薄めにゾルを塗り広げたのですが、薄すぎても剥がすのが大変で加減が難しい。しかし使いこなせれば便利なアイテムなはずなので、今後も負けじと挑戦を続けていこうと思います。剥がれてしまったところは筆塗りでカバーしておきました。残りは細々したパーツの接着と先ほど蛍光塗装したシールの貼り付け。そしてメタルパーツは先ほども使用した潰し玉と
ロットライフルのジョイント部分にも配給パーツよりグレップ02のジョイントカバータイプを、ここも 4mm 幅がジャストフィットでした。マイナスモールドタイプのパーツは斜め向きにして設置してあげるとものすごくおしゃれになります。組み立て。ここからは最後の組み立てとなりますが、いつもの知見を深めるコーナーではなく、今回制作した武器の IF 設定でも解説しようと思います。兵器名、アンチシップハイパワービームドミネーターロットライフル。学園への大規模なテロ攻撃の後、地球寮の生徒により本機を含めた複数の設計図が発見され、株式会社ガンダムの兵器部門によりあり合わせのパーツで建造された対艦級ビーム兵器。設計図の出所は謎に包まれており、各所にアドステラ機の兵器には見られない異様な技術が採用され、その性能を設計図通り完全に再現することは不可能とも言われた。ビームの出力方法が未知であり、ガンド技術由来の出力方法に変換させた上で戦艦への搭載を想定し建造されたものの、クワイエットゼロへのキャリバーン出撃に伴い急ピッチでモビルスーツに携行できるよう調整が行われた。パイロットの命を一切担保しないガンドアームの性能限界を追求したキャリバーン、そしてその鎖の外れた化け物を狩る彗星から来た魔女、さらには AHBD は略称をアバダとも発音できることから、古の伝承からの近畿の魔術になぞらえアバダケタブラーと呼ばれるようになった。近畿たる理由はその性能にあり、アバダケタブラー単体での高出力射撃で直撃した戦艦を一撃で撃沈するほか、パーメットスコアに応じて威力も変動し、パーメットスコア6の段階ですらビーム弾が傍らを通過しただけでも車線上に莫大な被害をもたらすことを可能とした、まさに魔女の呪いとも恐れられる性能を誇った。しかし携行するためにはキャリバーン本体のスラスターとクアドラスラスターを搭載したバリアブルロットライフル1本のみでは射撃の際の衝撃をカバーする推力を補いきれないため、キャリバーンを巨大外角ユニットへ接続する必要があった。そしてその巨大外角ユニットの設計図もまた発見されたものの中に含まれていたのであった。いかがだったでしょうか。こんな具合で IF 設定を考えてみました。名前は深く考えずにそれっぽい横文字を並べてみました。このサイズだとロットライフルというよりかはロットキャノンと呼んだ方が正しいかもしれませんけれどもね。デカールも貼っちゃったので後の祭りってやつです。ちなみに発音のコツはアバダのウーバーを伸ばすところです。皆さんもご一緒に小ネタですが、アバダケタブラはアラム語で、それを日本語に訳すと私が言ったものは破壊されるという意味があるらしいです。オリジナルのモビルスーツや武器などに物語をつけるというのもまたガンプラの楽しみ方ですよね。というわけで皆様大変お待たせいたしました。ガンダムキャリバーンガチ反抗期仕様、ここにロールアウト。世界を巻き込んだ悪い魔法使いの復讐。少女はそれを止めるため禁忌の魔法を携え、荒れ狂うデータストームの中へ殴り込みに行く。それでは改造前と比較していきます。まずはキャリバーンですが、スタイル変更を含めた派手な改修はせず、肩に軽く筋彫りを追加して腰正面にディテールを追加しました。バックパックのジョイントを増やしてバリアブルロットライフルを2本装備できるようにしました。この辺りの改造に多くの時間を要しましたが、悲しきかな、この状態で飾ることがあるかは不明です。
そういえばラインデカールは過去作のマスターグレードなどから余ったものを調整して使ったりもしました。全体的に赤色のデカールを使いすぎて、せっかくのオレンジチップが操作されてしまっているようにも感じます。そして膝と肘関節のジョイントボルト部分は上下で色を統一した方が良かった気がします。次にハルユニット装備状態。こちらは元の状態でディテールもりもりなので辻彫りは控えめ。ロッドライフルを2本装備できるようにアタッチメントを回収したり、サイコアームとドラゴンヘッドにシェルユニットを表現してみました。塗装で言えばキャリバーン本体を引き立たせるためにメリハリはありながらも統一感のある仕上がりにするために1段階暗めに色分け。マスターグレードほど細かくパーツ分けされているわけではないので、マステを使った色分け作業にかなりの時間がかかりました。その甲斐あってメタリックのギラつきも強調されていてかっこよく仕上がったと感じます。ちなみにですが、ある程度の撮影が終わった後、マステの剥がし忘れを見つけました。武器は改造前の動画を撮り忘れたので比較なしです。というわけで今回はキャリバーンとティフォエウスガンダムキメラ、そしてデンドロビウムよりメガビーム砲、この3つをミキシングしてキャリバーンをガチ反抗期仕様に改造してみたでした。もし最後の決戦でスレッタがこんなモビルスーツに乗ってきたら、エリクトもそしてママも娘の荒れ具合にドン引きするのではないでしょうか。そしてクタンにはコックピットがありますから、勝ち込みといえばあの人が操縦しそうですね。そんな様々な想像も膨らむ今回の改造、いかがだったでしょうか。遅ればせながらの2024年一発目の動画、気合を入れた約1時間のスペシャルバージョンでお送りいたしました。いろいろと削りに削って1時間以内に収めた動画になりますが、これでもまだ伝えきれていないことが山ほど。疑問点なども含めてどしどしコメントお待ちしております。そして動画ではお見せできていないクタン総流型のモビルフォートレス状態の写真などはガンスタ様にも投稿しておりますので、ぜひそちらもご覧くださいませ。今のところ半年スパンでの動画更新で皆さんに忘れ去られそうな勢いですが、ここからは連発できるように頑張っていきます。なんたってフリーエージェントですからね。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークのチェックを。いろいろと盛りだくさんでお送りさせていただきましたが、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! 最後にメタリックのマスキング剥がしと組み立てを並行して行いたいと思います。ヨシ装備ルーム